自分の顔が変わっていく恐怖ってね、本当辛いもんです。若々しいいい表情のおばあちゃんになりたいと思ってるんですね。それは顔ダンスで叶うと思ってます。こんにちは、おけんママこと加藤ひとみです。実は私、美容整形を本気で受けるつもりでした。本気で考えました。ただ美容整形できたらいいなとかではなくて、フェイスリフトですね、切って引っ張るリフトなんですけども、もう結構具体的にしっかり話が進んで見積もりまで出て、あと1週間後に顔を引っ張るっていうね、切って引っ張るという、そこまで実は行きました。結果的にですね、実は手術の1週間前に思いとどまりました。でなぜそこでやめようと思ったのか、そのあたりね、しっかり今日はお伝えしていきたいと思います。もう本当に老け顔に悩んで、それがどんどん自分の中で大きな不安になっていったんですね。ちょっと老けたかなっていうぐらいではなくて、自分の顔がすごく醜く見えるっていうのを経験しました。今まででも別に顔にすごく自信があったとかではないんですけど、ただ自分は若いとずっと思ってましたね。30代後半半ばぐらいまでは老けるっていう感覚がなかったんです。例えば美容雑誌とか見ても、たるみをどうするかとかね、そのたるみっていう言葉を聞いて、皮膚が波打つことなんだと、その辺はイメージできなかったんですよね。シワとかシミとか分かりますね。私はニキビにすごく悩まされたので、吹き出物とかその辺は分かるんですけど、たるみって何っていう、自分の顔はずっとこのままだとたるみなんかね出るわけないぐらいに思ってたんですけど、それがいよいよもう本当に、これがたるみなんだ、これが老けるっていうことなんだっていう、自分がこうなんていうかな、若い人から中年の域に、当然ですけどね、年齢とともにそうなるんですけども、それをすごく自覚した時に正直鬱っぽくなりました。本当に誰かに老けたとかまだその時点では全然言われてないんですよ。言われてないけど、まず自分の中で許せなかったですね、その顔が。いろいろ調べていくと、フェイスリフトというものがあると。老けて顔が下がってきてるので、こうすると若返るんですよね。こう分かります？こう誰でもやっていくことあると思うんですよ。昔はこんなかったなとか、こうなればいいなとか、そういうことを自分でやって、結局この引っ張ればいいんだと、自分で手でこう押さえてこうすると若返りますでしょ。その通りになるためには、とにかく余分な皮膚を切って引っ張ると、もうそれしかないと思ってで行きました。カウンセリング行って、もうその場で即決です。おでこのシワがすごく気になったんです。その頃ね、全額リフトって言って、ここの生え際を切ってこう引っ張るっていうね、そうする目はパッチリするんですよね。あとほっぺたですね、この辺のたるみ、以前の私の写真、顔知ってる方は分かると思うんですけどね、このほうれい線が結構刻まれてて、ここにお肉が溜まってたので、こめかみのところをこう切ってあげるというね、この辺、特にこの下半分、おでことここですよね。見積もりも出してもらって、もうすぐに決めました。美容整形したいなと思ってた頃に、コツコツ私も貯金をしてました。こっそり貯めてたんですね。もうそれで支払うつもりだったんですけれども、実は見積もりが意外ともう倍ぐらいあって、あとはローンにしたんです。もうそこまでしたんですよ。でもですね、結果的に手術1週間前に辞めました。その辞めた理由というのはですね、怖かったからじゃないんですよ。失敗したらどうしようとか、後悔したらどうしようとか、そういうね悩みは全くなかったんです。とにかく手術をするんだっていう、もうこの一点だったので、後のことを考えないというか、どういう風にされても今より絶対切って引っ張るんだからマシになるに違いないと、そう思ったので、失敗したらどうしようとかいう不安はほとんどなかったんです。なのになぜ辞めたかということなんですよね。本当に決意は強かったので、ふと思ったんです。自分の顔なのに人任せでいいのか、実はそう思ったんですよ。そういえばこれって私自分の顔だよねって。カウンセリングを受けた先生だとしても、長いお付き合いの人じゃないですよね。まだ会って初めてぐらいの人ですよね。その方が手術をするんですけども、こういう症状、ね、こういう悩みはありますよとはお話してるんですけども、私の人間っていうのは分からないじゃないですか。親戚でもないしね、今までお付き合いもないし、他人ですよね。お医者さんであっても他人なんですよね。病気でお付き合いするいい先生っていうのももちろんあるんですけども、その時点では美容整形の先生と他人です。人任せ、他人任せでいいのかってふと思ったんですよ。あと1週間もワクワクしてたんですよ。私は若返られるってすごくワクワクしてたのに、もうその気持ちがこう大きくなっていって、自分の老け顔に悩むという悩みが飛んでしまって、自分の顔を人に任せたくないと思いました。それでですね、キャンセルをして辞めたわけです。でも辞めた時点でもうなんていうのかな、顔は変わってないですよね。老けたままですよね。じゃあどうするかということで、自分の中で試行錯誤して、こうしたら若返るんだ、こういう顔の動きをしたら1週間後にここがこう変わったの連続で今に至ります。
そこで顔ダンスというものができてきたんですね。絶対女性ならあると思います。リフトの誘惑フェイスリフトの誘惑、しかもがっつり切るプチ整形とかではなくて、がっつり切って引っ張るというね。なぜそういう誘惑に駆られるかというと、顔を自分で上げてみたら分かるからですよ。こうなるんだなっていう、引っ張ったらこうなるであろうというね。実際にはですね、自分が引っ張ったようにはなりません。美容整形で引っ張ったとしても、切ってある程度組織をね剥離して引っ張るんですけども、自分の手でこういう風に簡単に上がりますよね。そういう感覚にはならないようですよ。やっぱりですね、人任せでいいのか、誰でもみんなねどうしたらいいんだろうって、自分も引っ張ってみたいっていうね、実行に移すか移さないかだけの違いで、女性なら一度はその道を通ると思います。フェイスリフトの誘惑ですね。みんながみんなはそうじゃないにしても、悩む方はやっぱり悩んでそこまで行き着くんですよね。で、私ですね、結果的に手術をしませんでした。で、顔を上げることができました。で、皆さんにお伝えしたいのは、悩んだらまずちょっとそこで自分の顔だよねと、この顔は自分の顔、人任せでいいんだろうか、ちょっとそこで思いとどまっていただきたいんです。まずは切らずにできること、本当にリスクがなく失敗なく後悔しない道をまず別の方法で、私がお伝えしたいのは顔ダンスです。とにかく顔の筋肉を鍛えてみてください。体なんかはね、例えばお腹が脂肪でこう垂れ下がってきたとか、ヒップの位置がこう下がってきたとか、二の腕がたるんできた、張りがなくなったと思うと筋トレって思うじゃないですか。ちょっと引き締めなくっちゃとか、筋肉鍛えようとか思うのに、なぜ顔はね、皆さんね、筋トレしようというところに及ばない方がほとんどなんですよ。なぜか体と顔はもう別物なんですよね。顔に筋肉があるということすら知らない方もいらっしゃいます。筋肉を鍛えたら顔が上がるっていう発想がなかなかねないんですよ。今はだいぶね、表情筋を鍛えるっていうのがね一般化してきてましたけど、私がその老け顔を悩んだ頃っていうのは、筋肉を鍛えるっていうのは多少あったんですけどね、あまりなかったですね。間違いなく顔上がりますから、筋肉を鍛えたら。表情筋を鍛えて顔ダンスしてるのに顔が上がった気がしないっていうんでしたら、きっとやり方が間違ってます。正しい方法で対象となる筋肉をしっかりと鍛えていけば、確実に膨らむところは膨らむ、引き締めたいところは引き締まるし、そして上げたいところは上がってきます。もうこれはもう断言できます。私もすごく悩んで、結果的に今やらなくて本当に良かったと心からそう思います。あの時私がフェイスリフトをしてたら、多分今の顔はなかったんじゃないかなと思うんです。ただですね、今はいいお医者さんいらっしゃいますので、運よくいいお医者さんにかかったらそれなりの仕上がりになるんじゃないかなと思います。ですので、私が全て美容整形はダメですよっていう話をここではしてるわけじゃないんですね。ただ美容整形をするにあたって、その考えが及ぶにあたってですね、自分の顔なのに人任せでいいのかと、まずは自分で何かやってできることはないかということを考えていただきたいです。今現在ですね、若返り系の施術ですね、切らないものとかね、いろいろあるんですけれども、切るフェイスリフトが一番効果があると言われてるんですけども、たるみに関しては切ったとしても結局はまたいつかは下がります。一回切ったから私は一生たるみのない顔でいられるっていうことはないんですね。それはどんな施術にしてもそうだと思います。ヒアルロン酸とかね、いろいろありますけれども、どんなものも必ず限度というか効果が切れる時が来るんですね。フェイスリフトの場合はたるんでくるんですよね。たるんできた、じゃあまた手術しないと、この間やったのにまたしないとっていう風に悩むのってすごく嫌じゃないですか。だって切って引っ張ってダウンタイムが過ぎて、1ヶ月ぐらいの仕上がりが多分一番引っ張られて綺麗な時じゃないかなと思うんですね。そこからはもう下がる一方ですよ。何もしなかったら結局は嬉しい、私顔が上がったって思っても、そこからはまた下がっていって、それをまた自分の中で自覚する日々が来るんですよね。だったらですね、毎日顔の筋肉を鍛えたらいいんですよ。毎日鍛えていけば毎日自分が若い顔なんですよ。やってる時にずっと若い顔でいられるんですよね。私ももう60に近いんですけれども、顔ダンスをやってる期間がこの世の中の人でね、私が一番長いですよね。私が考案したので、どこまでね維持できるかっていうのを自分でちょっと楽しみなんですよ。どこまでバーッと顔が下がるのを防ぐことができるか、70までいけるかなとかちょっと今ね考えてるんですけどね。もちろん魔法ではないので、80歳になっても今の顔って絶対無理だと思うんですよね。80歳でも60歳の顔っていうのは無理だと思うんですけど、若々しさっていうんですかね、こう疲れた感じ、ちょっとおばあちゃんっぽい感じではなくて、なんかおばあちゃんにしても若々しいいい表情のおばあちゃんになりたいと思ってるんですね。それは顔ダンスで叶うと思ってます。私はそう思ってます。いろいろお話ししてきましたけれども、本当こう自分の顔が変わっていく恐怖ってね、本当辛いもんです。今までの動画でもその気持ちをどう自分の中で処理するかっていう話はねしていますし、これからもしていきたいと思ってますけれどもね、美容整形をしたいっていう一つの壁、一つの山、
自分の中でそれを乗り越えるためのメンタル面っていうんですかね、それはね必ずどんな女性でも来ます。今すごく若くて10代後半20代もうピチピチしてる時期ですよね。そういう方にも来るんですよ。で自分たちにも確かに若い時がありましたし、今ね私たちよりも上の年齢の方ですよね。その方は私たちを見ててなんて若いんだろうって思ってらっしゃると思うんですよね。自分だけが長く若い時期を経験できるわけではないんですよ。みんな順番なんですよね。顔をね毎日毎日鍛えていくことでいい状態をずっと自分の中で維持できると思うだけでもちょっと気が楽になりませんか。今日はねそのようなお話をしてきました。私もね本当に美容整形を考えたことがありました。引っ張ったらどんなに楽だろうと、それをね自分の中で迷った時にまずは人任せにしない、自分の顔なのでまずは自分で何とかしようということをね思ってください。お疲れ様でした。今日もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは私が実際に検証して若見えに効果があると確信した方法を毎週お届けしています。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。おきゃんママの詳細は下の概要欄でご確認ください。それではさようなら。おきゃんママでした。